皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年2月28日の生放送を行っていきます。今日は平日なわけですが、珍しく生放送を行いますよという告知を放送開始前、1時間ぐらい前に、お知らせしました。ツイッターの方で。で、普段だと平日は動画ばかりなのになんで生放送なのっていうことなんですけれども、これはですね、ウクライナ情勢に関連するニュースというのがものすごく多くって、どれか一つの話題に絞って動画にしようっていうこのやり方としてはちょっと合わないかなと思うので、少しニュースをたくさんあるので、それら一つずつをちょっとかいつまむような形で全体を把握する、そんな生放送にしていければなと思っております。ともさん、動画にしている間にも情勢が動いちゃうので動画作成を諦めたパティーン。またそうですね。基本的には動画を作っている間っていうのは当然のように世の中は進んでいくわけですよ。でも、この情勢というのは特に戦争ですから、例えばこう話している間にも、例えばウクライナの首都が陥落しましたよなんていうニュースが入ってきたら、すごい情勢の変化があるわけじゃないですか。でも動画を作っている間はもうある時点をある程度特定した状態で話をしているので、動画を見るときにはちょっとこれ今の話とずれてるよなっていうことがちょっと起こりやすいんですよね、どうしても。そういったこともありますし、また一つの話に絞り込むとものすごく話してない話題の方が圧倒的に多いっていう状態になっちゃうので、そのあたりのことを考えて今日は生放送を行っていこうと思います。なので、生放送だからって何かとても重大な話があるとかそういったわけではないので、その点については、特に気にせずに、今日は動画の代わりに生放送なんだぐらいな感じで、受け止めてもらえれば全く問題ありません。それとさっき、こちらまだニュース記事にはなってないんですけれども、ニュース速報で、トヨタが工場を止めますよと明日。で、これはサイバー攻撃があって、関連企業が営業がちょっと止まるよということなので、それに合わせてトヨタ側の方も生産調整に入るという話のようです。ただこれはどこまでこれが続くかどうかっていうのが、どのくらいの規模でサイバー攻撃を受けて、どのくらいの復旧に時間がかかるのかといった詳しいニュースについては少し時間を待たないとわからないかなというところですね。それでは早速ですが、まず最初の、一番大枠のところからいきましょう。今日の話としては、最初から最後まで基本的にはウクライナ情勢の話になりますので、その点についてはご了承ください。で、現在のところですね、ウクライナとロシアとの間における、停戦交渉が始まりました。ただしですね、これ停戦交渉とは一応はついているんですけれども、ウクライナのゼレンスキー大統領自身も言ってるんですけれども、今回の話すぐにまとまるようなものではないよということは事前に、告知されています。で、一体なぜそのようなことが最初から言えるかっていうと、ロシア側がウクライナ側に求めている条件っていうのが基本的には、まず武装を解除しなさいと。もしくは中立化。こちらは政治的な話なんですけれども、ちょっとこの武装解除しなさいとか、そういった話については、基本的に国家の主権そのものについて、あなたたちも権利放棄しなさいみたいな話なわけですから、それ普通飲めないだろうっていうむちゃくちゃなちょっと話なんですよね。なんですけれども、ロシア側はその点については自分の国民向けに対してはあまりせずにですね、今回このような戦いが起こっていることに関して停戦交渉を呼びかけているにもかかわらず、ウクライナ側がこれを突っぱねているみたいな形で、平和を求めているのは我々ロシアの側だっていうようなことを言っていると。で、むちゃくちゃな要求をするっていうことを結局のところ、国民側に向けては言ってない関係で、そうか、こういった話を戦争やめようねっていう呼びかけをしたようなウクライナが断ってるのかみたいな、そういう自国向けの政治宣伝工作の一つの材料として今回の停戦交渉っていうのが呼びかけられているっていうのが一つ側面としてあるので、この後ですね、話し合いが今回でいきなり
何か決まりましたよ、もうこれで戦闘終わりましたよなんていうことはちょっと期待できない状態ですね。スーパーチャットありがとうございます。田口さん。ゲリラライブですかね。まあそうですね。はい。で、現在のところロシア側の方はそういった意味では本当に政治的な目的でこの停戦交渉を行っているので、軍事的な話っていうのを詰めるようなことがないだろうというのが、顔ぶれからも分かってくると。現在のところ外交交渉の場において、そしたら戦闘の局面においてどうするのかっていう具体策についてもしも話し合うんだったら絶対必要なメンバーが今回欠けてるということもあるので、まあこれはあくまでも政治ショーとしてロシア側は考えているというのがちょっと見えるところですね。よいしょ。一応この件に関しては、今の解説でほぼほぼ全ては網羅しているとは思うんですけれども、今回の件に関してアメリカはロシア側の方は存在しない脅威を偽装して、そして追加攻撃を正当化するものだっていうような話なんかもしています。これはロシアのプーチン大統領が核戦力を使うかもしれないよっていうそのぐらいの感じで、核戦力部隊の、稼働を指示したというふうなことが伝わっています。このポイントとしてはわざわざ映像に残すような形でそのような命令をしてますよっていうのを、いわゆる西側、今回の件で言うと欧米側にもはっきりと分かるように映像して出しているっていうことなので、ヨーロッパにしてもアメリカにしてもそうなんですけど、はっきりと正規軍を出すようなことをすればそれは戦略核を使うかもしれないぞっていういわゆる核抑止論っていうのを欧米側に押し付けてるわけですね。で、プーチン大統領としてはおそらくはその戦略級、いわゆる国家を潰しにかかるようなもの、大陸間弾道弾みたいなものについてはおそらくは核兵脅しの部類だとは思うんですけれども、それ以下の部分、例えば現在ウクライナ情勢のことを考えた場合においてウクライナ軍がものすごい善戦していますよっていう状態なので、これを一気に吹っ飛ばそうとする可能性っていうのが言われています。で、現在のところ使われていない兵器としては化学兵器であったり、もしくは今回の件で絡めて言うと戦術級核兵器といって、その戦場、その戦域を、ある程度吹っ飛ばすようなものについては使用する可能性が出てきていると。このあたりはですね、普通だったらそんなことしないだろうっていう話ですぐ済むわけなんですけれども、そんなことを言ったらそもそもウクライナに侵略してないだろうっていう、そういうツッコミが入る状態になってるわけですね。いわゆる損得感情から言えば、明らかにロシア側の方がやればやるだけ損でしょっていう話を乗り越えた形で今、ウクライナに実際に侵略している状態なので、戦術級の核戦力であれば使う可能性ありっていうのが一つ大きな話題になっているところです。よいしょ。さて、それはそれとして、じゃあそのようにプーチン大統領がどんどんと脅しをかけている状態っていうのがあって、じゃあヨーロッパの側がそれで黙って見ていて、プーチン大統領に全て譲歩しているかといえばそういったわけではないんですよと。ウクライナは NATO に加盟している国ではないので、直接的にじゃあ NATO が部隊を派遣してロシア軍と戦おうっていう動きになっているわけではないんですけれども、少なくとも経済制裁という意味においては今ヨーロッパはまとまりつつあります。その結果として出てきたのが、国際決済システムからの、SWIFT からのロシアの排除っていうこちらの方が決まってきました。で、今のところその具体案については完全な最終報告っていうものが出ているわけではないので、ロシアから天然ガス、石油っていうものを輸入するときのその売買についてもこれをもう完全に排除するのかどうかっていうのはちょっとまだわからない状態なんですけれども、少なくとも大枠としてもうルーブルのその力を圧倒的に弱めようっていうのをEU 側はアメリカ側もこちらの方は合意できたっていうのはこれは大きなことです。で、これがなぜ大きなことかっていうと、私も動画に何回かしましたけれども、まず第一にドイツがロシアに対する天然ガスの依存がものすごい進んでいて、
ロシアに対する経済制裁を行うとどうしても自国経済にダメージが出ることから、この国際金融決済システムからの排除っていうものに後ろ向きだったんですね。ところがここのところ本当に侵略が本格化することによってドイツもようやくちょっとその点は置いといてもやっぱりプーチン大統領を抑えねばならないっていうところから政策転換というものが行われました。このあたりは他にもイタリアなんかもロシアに対するエネルギー依存度高いんですけれども、そのことを一旦横に置いてでもみんなまとまろうっていう話で動き始めてるんですよね。で、これはですね、ロシア経済にとって、ロイター通信は壊滅的打撃もと報告、記事を出しているんですけれども、必ずしもこれは全ての報道がそうとは言い切ってはいません。報道によっては、今回の件はあくまでも政治的なダメージとしては非常に大きいし、金融市場から言っても、そこまでやるのかっていう、そういう、歓迎というか衝撃をもたらしているニュースなんですけど、実質的にはまず第一に、時間がかかりますよっていうのは、これ絶対に避けられないことです。さあ、明日から制裁かけましょうってなっても、その効果っていうのが、明日からいきなりロシアがもう金融的に破滅を起こして、さあ、2日目にはもうロシア経済なくなりましたよなんて、そういうことにはならないわけです。あくまでも半年とか1年とかそういうレベルでダメージが蓄積していってという話なんですよね。ただしこれは当然のように制裁の段階としては非常に一番上にあるものなので、今回の件でみんなが納得して合意できてさあ実施するぞっていう方向になったのは私は歓迎すべきことだと思います。まずその点において一番最初に出てきた現象っていうのが、ルーブルっていうのが世界の金融市場からのけものにされるんだな、つまはじきにされるんだなっていうのはちょっと明白なこととなってきたこともあって、ルーブルがもう売られまくってますよっていうことですね。ルーブルから例えばドルに変換今のうちにしておかないとっていうような、そういったこともありますね。そういったこともあって現在のところ、ルーブル安というものが進んでいます。で、この話っていうのはロシア国内でも伝わっているということもあって、例えば ATM の前にみんなが集まってきて、もうとにかくこの今のお金の価値がめちゃくちゃ下がってしまって紙くずになるかもしれないっていう不安から ATM に殺到してみんなが現金を引き出すっていうようなことが日本でも報道されていますね。さて、この件に関して、日本でもこの国際決済目からロシア排除することに関しては日本も参加しますよというのを岸田首相が表明しております。よいしょよいしょよいしょ。で、この点についてはそれは欧米と一緒に足並みを揃えてっていう点においては基本的な岸田政権の基本政策なので、今更日本だけこれに参加しませんというのは言えないわけですね。だから基本的には参加すると。ただし一つプラスポイントとしてはですね、プーチン大統領やロシア政府関係者も資産凍結の対象に加えるということで、こちらの方は日本でもやっていこうということで、これは別に強制された話ではなくて、日本でもやれることはやろうぜっていうので、一つプラスポイントが入っております。と、あとはですね、今回の件で言うと、ウクライナ支援にお金は出しますというお話はしておりますね。さて、日本の追加制裁についてはアメリカは歓迎するというふうに、表明しております。この点はどうしてもですね、アメリカにしてみると、日本は果たしてついてくるのかどうかなっていうのをちょっと不安に思っていたからこそこういった発言が出てきたんだと思います。で、なんでそのような話になるかっていうと、以前のクリミア半島をロシアが奪ったっていうそうしたことが起こった時に、その当時の日本というのは北方領土交渉っていうものを考えてロシアに対する制裁を強くはしなかったんですよね。形だけちょっとしたなぐらいな感じで、そう思われて当然のぐらいの程度しかしなかったので、今回の件について言ってもどこまでやるかなっていうのをちょっと不安に思っていた部分あると思います。だから少なくとも足並みを揃えてきたな、プラスアルファちょっとやってくれてるんだなっていうところからこういう少し、過剰評価っていうようなものを感じる感じでアメリカ側から評価しますよという表明がされております。さて、それではちょっとウクライナの話に行くんですけれども、
ウクライナはですね、国際的に見ると援軍という形でどこか国家として軍隊を送り出しますよっていう形では今のところ援軍は受けてはいません。ただし武器の供与であったり、もしくは人道支援という形で様々な物資について受け取るというものや、もしくは資金の援助というものは受けています。ただしですね、現場において確かにそれも嬉しいんだけど、でも実際に戦う時においてはやはりどうしても頭数が足りないよっていうのはちょっと切実な問題なので、ウクライナのゼレンスキー大統領が外国人部隊編成、国外から志願募集というものを行うようになりました。海外の志願者でなる国際外国人部隊を編成すると表明しております。これに関しては最初出てきたのが、そうか分かったと。私の国では確かに国家としては援軍は出せないんだけれども、もしも国民の中からこの外国人部隊に参加しますよっていう形で出国したいという人がいても、それは正当な理由として認めてあげましょうという、そういった動きなどが出てきます。AFP 通信ではまずデンマークについて取り上げているんですけれども、これ以外のニュースとしては、イギリスも同様にしてこうした、戦争目的での出国っていうのをある程度認める方向で、政治的な話が進んでいるよなんていう話も出てきているので、おそらくは今後の話として、いわゆる観光であるとかビジネス以外のこうしたもう実際の戦闘に加わるよっていうのを前提とした出国っていうものもある程度認めるんじゃないかなっていう動きが、今後広がる可能性があります。だからアメリカなんかでもそうですけれども、今軍人じゃなくっても退役した人、もしくは若いんだけど今はもう辞めてますよっていう人たちの中から今回の志願兵としてウクライナに行く人たちが出てくるだろうっていうふうに言われています。例えばアメリカであれば、元グリーンベレーであるとかそういった話ですよね。元特殊部隊員が辞めまして、その後今は民間軍事会社で働いてますよっていうようなこともされている方いますからね。なので軍人ではなくってもそういった銃器の取り扱い、もしくは紛争地域で今も働いている傭兵っていうような人たちもいますんで、そのような人たちの中から行く人たちっていうのが、出てくる可能性ありということですね。そしてですね、ヨーロッパの動きという意味においては、NATO に加盟していない国にもちょっと注目が集まっています。それがスウェーデンです。これまでスウェーデンっていうのは、NATO に加盟せず、ある程度自分たちで中立的な立場というのを持っていました。ただし、スウェーデン国内においても NATO に加盟しようかしまいかというところについて言うと、大体国民の支持率としては半分半分ぐらいでどちらかの方に特に偏ることはなかったと。というのも、現実問題として周りの国が NATO 加盟国ばっかりであれば、ある程度、ロシアに対する抑えは効いてるだろうっていう考え方はあるわけですね。そういった状況の中で自分たちの国も積極的に NATO に加盟しようとなれば、やはり軍事費についてはある程度上昇させる方向に向かいますから、そこにお金を使うまでもないでしょう的な考え方っていうのも結構根強くあるわけです。ところがですね、ウクライナに対する侵略っていうのがまさに現実問題として起こって、しかもプラスアルファとしてロシアの報道官がもしも現在 NATO に加盟していないヨーロッパの国で今後 NATO に加盟しようと考えているんであれば、当然のようにウクライナのような危機があなたたちの身にも降りかかるかもねっていうような脅迫を結構行いました。これはもうすでに報道されている話で、別になんか作り話とか陰謀論とかそういったものではなくて、明確にこのようなちょっと脅しをかけたんですよね。で、それに対するスウェーデンの反応というのが、そうか、そういうふうにロシアが考えを出してくるんであれば、我々は我々で考えさせてもらいますよっていう、その結果として出てきたのが、ウクライナに兵器を供与しますよっていうスウェーデンの動きです。で、スウェーデンっていうのはですね、ヨーロッパの国の中では、ドイツ、フランスとともにですね、兵器産業についてもそれなりの規模のある国なので、今回の件において、さあ、兵器を供与しますよっていうのはちょっと大きな動きでもあるんですよね。で、プラスアルファとして言えば、
武器は売るんだけれども、それはあくまでも紛争の起こっていない、平和な状態の時にある程度武器を売るっていう話だったんですけれども、今回の件では明らかにもう戦争状態に入っているウクライナに対してこれを売りますよっていうのが、ここが大きな政策変更っていう部分ですね。じゃあ、NATO 側というか EU 側でもそういった動き出ていないのかというと、そういったわけでもなくて、EU の側としても加盟している国の中から独自に武器を供与しますよっていう動きもあるんですけれども、今回の件、さらに一歩発展して EU 自身全体としてもウクライナに兵器を供与しますよっていうのが決まりました。これはですね、やっぱり反対意見が多ければこういった EU の全体意思としてはできないわけです。でもようやくそれができるようになったということは、それだけヨーロッパの中においてロシアに対する制裁はすべきだし、またウクライナは支援すべきだという声が少しずつ出てきているんですね。で、これに関して言うと、戦闘機の供与も考えますよっていうのが一つポイントになっています。で、なんで戦闘機の供与っていうのが大事かっていうと、やはり現代の戦争っていうのは上を制したものがやはりその下というものに関してかなり制御できるんですよね。さすがに宇宙に人工衛星持ってるわけではないので、ウクライナの場合だと制中権は持ってないんですけれども、ただ逆に言うと制空権さえなんとか抑えることができたら、ある程度の攻勢を緩めることができるっていうのがあるので、今回の件で EU がもしも戦闘機を供与してプラスアルファパイロット問題どうするのかっていうところで、もしもそういった現役パイロットの中からとか、もしくは、辞めたばっかりですけどまだまだ乗れますよみたいな人が志願兵として出てきたら、まだ使えるぞっていうことで制空権維持に一役買うかもしれないっていうところですよね。少なくとも現在のところ EU でも弾薬だけではなくって戦闘機まで考えてますよっていうのが一つ大きな流れになってきております。さて、このようにですね、今NATO に加盟しているか EU に加盟しているかどうかっていうようなところからお話をしてきたんですけれども、プラスアルファとしてですね、中立的な立場でずっと来てますよっていう国も今回の件では少し違った動きを見せています。それが永世中立国スイスです。今回の件でロシアの資産凍結する公算がでかいよというニュースが出てきています。こちらはですね、誰がそれを言っているかというと、スイスの大統領が今回の件に関して制裁を考えるっていうところを言ってるんですよね。だからこれは実現する可能性が結構あるということで、少し大きなニュースになっていますね。で、中立であると同時に、じゃあなんでこれロシア側の方だけ資産凍結するんかって言ったら、結局のところ、いやいやさすがに中立だとしてもロシアのやってることは明確な侵略なんだから、これはダメでしょっていうところですよね。で、この話っていうのは、例えばですね、スイスっていうのは金融大国として知られているんですけれども、昔は秘密口座っていうものがあって、犯罪組織のお金なんかも受け入れたという時代がありました。その後そのようないわゆる汚れたお金をスイスに預けていることに関してものすごく国際的な非難を浴びて、そういったものはもうやめますよ、そのような汚れたお金についてはもう一切、スイスには置けないようにしますよっていうふうに自浄作用っていうのが働いて、現在ではそのようなお金については締め出す方向へと、非常に前進したんですよね。その一環で言うと、まさにロシアの今やっていることっていうのは、とてもじゃないけれど擁護できる部分がないっていうことで、こんな汚れたお金はダメだなっていうそういった犯罪資金と同類レベルに扱うよっていう話になったわけですよね。で、今回の件で言うと、スイス銀行、スイスの国立銀行、中央銀行なんですけれども、こちらの統計によると、おおよそ、1兆円以上、そのぐらいの規模でロシア関連資産があるよということなので、これを、資産凍結するかもねっていうところに来ております。実際にやってくれたらこれは非常にいいんですけどね。あとは実施するまでがちょっと追っていかないといけないニュースです。さて、様々な面で様々な動きというのが報じられるわけですけれども、
報道がどこから出ているのか、情報がどこから発信されているのかっていうのはちょっと注意していかないといけないのが戦争の、非常に難しいところで、どうしてもフェイクニュースっていうのがたくさん出ているんですけれども、その中においてもフェイクニュースのいっぱい出てますよっていうのが言われているのがロシアのタス通信でございます。私たちは例えばですね、中国の人民日報や新華社通信とか、もしくは中国の報道官が言ったことっていうものに関しては、ちょっとそれ、話そのまま聞けるわけじゃないよっていうふうにちょっと身構えることができると思います。これは中国の報道っていうのが完全に中国共産党の統制下にあるってことを私たちが知っているから、鵜呑みにしないで済んでいるわけです。ところがですね、ロシアのタス通信に関してはそういった一つ、警戒しなくちゃいけないなっていう事前知識を持っていない人も、結構いる関係で、タス通信がこう伝えましたよ、こう報道しましたよっていうのを伝えられると、そうなのか、そうだったんだ、知らなかった、教えてくれてありがとう的な感じで、そのままスルッと受け入れてしまう人っていうのが結構いるんですよね。例えばですね、ロシアのタス通信がウクライナの制空権はもうロシア軍が完全に制したんだっていうような報道が出ると、そうなのか大変だっていうふうに受け止めるわけですけど、本当かなってそこで一歩引くと、その後タス通信以外の報道でどうなっているのかなっていうのを探すことができるんですけれども、その部分ちょっと受け入れてしまうと、もうロシアの方が絶対的優勢なんだってちょっと思い込んじゃうみたいなことが起こっちゃうんですよね。で、そんな感じでタス通信っていうのはちょっと信用できる報道機関ではないよっていうこともあって、ヨーロッパにおいてはこのタス通信の、放送協会の中から、ちょっとあなたは、まともな放送、通信、報道としては取り扱いませんよという形で、排除される方向になりました。よいしょ。おっと、ちょっと記事の順番としては間違えたんですけれども、ドイツ、今回の件で結構政策変更が目立つ国になりました。これは最初の頃はですね、ウクライナ周辺にロシア軍がものすごい勢いで集まってますよっていうその状態でも、例えばアメリカは直接的な支援は行っていないんですけれども、アメリカ製の兵器の取り扱い方なんかを教えるために300人規模のある程度の指導員を送っていたっていうようなことも報道されていますし、また周辺の国からこれは攻めてくる可能性高いなっていうことで様々な兵器の供与なんかも進められていました。ところがその時においてドイツは EU の中では明らかに経済力上位にもかかわらず、ヘルメットとあとは野戦病院用のキットなんかしか送っていなかったっていうことで、おいおいこれはなんだい、ロシアに対する忖度ひどすぎるだろうっていう風にして、日本だけではなくアメリカ、欧米を様々なところでちょっとおかしいぞこれっていうツッコミを受けてたんですよね。ところが現実問題として侵略が始まった後において、ドイツもさすがにこれはまずいということで、例えば、兵士が直接的に持てる携帯用の兵器なんかもどんどんと渡しますよっていう方向に切り替わりましたし、また国家としてのレベルにおいても、今回軍事費について、増額っていうのを考えていますと。GDP 比 1.5% 程度だったものを 2% へと、一気に引き上げるということを、方針として転換しました。これは GDP2% っていうのはある程度この NATO 加盟諸国に対して求められている最低限このぐらいのお金っていうのを各国自分の国を守るために、そして NATO の一員として行動することを前提にするんだったら準備してくださいねって言われていたものをようやくするっていうね。このあたりはですね、日本も GDP 比 1% からようやくちょっと上回るかなっていうようなところで、まだまだ上げていく必要があるっていうところですよね。日本の場合だと北にロシア、そして南に中国っていうこの非常に危険な国がお隣にある状態でずっとGDP 比 1% っていうところからなかなか超えなかったですからね。このあたり情勢の変化にちょっと敏感に反応してほしいところでございます。さて、これらウクライナ、ロシア、ヨーロッパの動きに対して、さあそれでは中国どういうふうに動こうかなっていうところも報じられております。
現在のところですね、習近平国家主席としては、まあ、ロシアとアメリカ、もしくはヨーロッパが争ってくれるんだったら、もう自分たちは高みの見物で、もうなんだったら自分だけ、まあ、物資提供して売りまくってみたいな感じで、まあ、いろんなところで自分たちにとって都合のいいよ、みたいな感じで見てるんですよね。まあ、例えばロシアが天然ガスなんかの売却先として、これまではヨーロッパだったと。でもヨーロッパが経済政策の一環としてそのような買い取りについても規制をかけてくるようなことがあるんであれば、よし中国にたくさん売ろうっていう話になるわけです。でもこの場合一つ気をつけなければならないのは、中国としても買い叩くっていうことがそこで可能になるわけですよね。ロシアとしては他に売るのがちょっと厳しいなと思って、ぜひとも中国買ってくださいよっていう話になったら、圧倒的に買い手の方が有利になるわけです。まあそういった意味では、まあ買ってあげるよでもねっていう話で、必ずしもロシアにとってうまい交渉にはならないだろうっていうところですよね。だからそういった意味でも中国っていうのはちょっと漁夫の利を得る部分があります。で、さて中国の国際政治上においての立場っていうのは、やっぱりロシアにつくなというところですよね。習近平氏は、制裁をめぐって、ロシアの支援を指示しましたよということでございます。まあ決して今回の件、まあ誰もが思うところなんですけれども、ロシアに制裁をかけるときに中国絶対加わってこないよなって、まあこれはまあほとんどの人が同意というか予想できる部分ですよね。まあこのニュースについては、やっぱりなっていうそれ以外の感想はないんですけれども、やっぱりこれからもロシアとの中国、この2つの国の関係っていうのは別に蜜月というわけではないんですけど、お互い利用し合いのある関係だなっていうところですよね。プーチン大統領にしてみれば南に結局のところ、どんなに制裁をかけられても資源の売り先があるという意味において中国は都合がいいと。そしてプーチン大統領と反対側の習近平氏にとってみても、まあロシアが暴れる分においては、まあ少なくとも自分たちに対する警戒監視の目っていうものがそらされるわけですから、まあロシアが勝手に暴れる分には特に困るわけじゃないんですよね。このあたりの話としては。物騒な話でこれによって被害を受ける人たちはたくさん出るんですけれども、プーチン、習近平氏っていうのはそういった意味においては相互に利益のある相手というわけですよね。ゆうさんスーパーチャットありがとうございます。喉飴買いますよ。大丈夫ですよ。うん。よいしょ。まあちょっと30分ぐらい経ったんで少しチャットの方を見てみましょうか。もう一気にバーっと喋ってますけれども、まあ今日は、なんていうかな、動画にしづらかった理由っていうのはまさにこれで、押さえておかないといけないニュースがやたらめったら多い状態なので、一つの動画にするのはちょっと難しいなっていうところだったんですよね。カリオサイサイさん、二人とも例に漏れず悪人面ですね。まあそうですね。まあ、にこやかだったら、それはそれでちょっと怖いですけどね。にこってものすごい爽やかな笑顔で侵略してる人っていうのも漫画的には、まあ十分起こりうるんですけど、まあ本当はね、まあ悪人面ですよね。早川ひかるさん、龍角散の飴いいよ。ありがとうございます。まあここ最近だと、マヌカハニーののど飴ばっかり買ってるんですけど、ちょっともう慣れてきていて、もうこういうもんだなっていう感じで。でもやっぱり喉に対する、まあ、効果としても結構あるんじゃないかなと思いますね。野良にゃんこさん、ベラルーシって独裁国家ですよねっていうことですけど、ベラルーシっていうのは独裁国家ですよ。一応制度的においては選挙はあるんですけれども、ベラルーシの国民の中でこの選挙っていうものが全然機能してないじゃないか、不正選挙だろうっていうツッコミをもうガンガンに受けてる状態なんですけれども、なかなか倒せないっていうところですよね。結局権力側がどんなに不正を働いていても、もうありとあらゆる役人とか警察とかそういうレベルがみんな大統領側になっている状態だと、不正をしてもそれがまかり通ってしまうっていう恐ろしい状態なんですよね。よいしょ。というわけで、ちょうどベラルーシが出てきたところで、次はベラルーシのお話でございます。
ベラルーシが憲法改正を行って国民投票で承認というニュースが流れております。ここで押さえておかなければならないポイントは何といっても先ほどもちょっと皆さんのチャットから、取り上げましたけれども、形としては選挙はあるんです。でも形式としてっていうだけの話であって、その中身としては、例えば大統領がこう変えたいなと思った案件を国民投票にかける。でもその結論としては最初から大統領の望む結果になるように数値が発表されて、ほら国民の支持を受けましたよっていうそういった形になっちゃうんですよね。これは別にベラルーシだけではなくって、ロシアについても同じことで、プーチン大統領の大統領選挙に出ると必ずのように不正選挙ですよっていうのが言われるわけですよね。例えば投票日の時に投票箱に、最初の人がもう紙を入れようかなと思ったら中身はもういっぱい紙が入っていて、つまり事前にプーチン大統領票がやたらめったら入ってるっていうね。だから開票したら、こんなにプーチン大統領の支持があるんだみたいな結果が出てくるというところですよね。で、さらに言うと中国においても一応は選挙はあるんですよ。中国共産党以外の政党も一応はあるんですよ。でもこっちもやっぱり形だけなんですよね。もうなんだったら北朝鮮だって一応は信任投票はありますからね。だから形だけ選挙があってもやっぱりダメなんですよね。実際問題そういった選挙を行うときには不正がないっていうのを前提にしないと、いわゆる民主主義っていうのはどうしても機能しないというお話でございます。で、ベラルーシのこの選挙で何が決まったのかっていうと、まず第一に、核兵器を持たず中立を保つという条項を削除しますよという方向で決まりました。で、この件に関して言うと、ロシア製の核兵器を配備する可能性がこれによって生まれました。つまり、もしもベラルーシに今後政変が起きて大統領がいわゆる親 EU 派の人が生まれた場合において、ちょっとこれ困るなっていうのを考えて、ある程度先に、ここに核兵器を置いておくと。で、核兵器を置いておくと同時に、今回ウクライナに進撃するにあたってベラルーシにロシア軍が駐留して、そこからベラルーシからウクライナ国境を越えて、さあ首都キエフに向かおうっていうそういった動きもあるんですよね。この後においてベラルーシにロシア軍がそのまま駐留して、この地域が決してヨーロッパの方になびかないようにっていう軍事的な抑えを効かせようというのがロシア側の考え方だと思われますね。で、さらに一つ注目しなければならないポイント。これが本当かどうかっていうのはちょっとまだまだわからないんですけれども、今後左右する大きなニュースになりそうなのがですね、ベラルーシがロシア軍ではなくて、ベラルーシ軍自身がこの後ウクライナに攻め入るんではないかというニュースが流れております。これはアメリカの分析なんですけれども、ここまで基本的にアメリカの分析っていうのは結構当たっている部分が多いので、ちょっと注目しなければならないですね。初期の侵攻においては、ベラルーシ軍とロシア軍が一緒に混成部隊を作って侵入しているかもねって言われていたんですけれども、今のところ、ベラルーシ軍はロシア軍と一緒にウクライナ軍には入っておらず、あくまでも後方支援に、徹底しているというところなんですね。これが今のところは前線に出てきていないんですけれども、ロシア軍自身が今ウクライナ軍の抵抗によって進めなくなっている状態なので、これに一押しする形でベラルーシ軍を駆り出そうっていうのがおそらくはプーチン大統領の考え方だと思います。で、プーチン大統領がそう考えたら、やれと言えばはいというのが今のベラルーシの政治的な状況です。特にベラルーシのこの独裁者の方は国民の支持はほとんどないんですけれども、ロシアからの支援というものはありますので、それによって政権を持ちこたえているような人なので、プーチン大統領からさあ出てこいやと言われたらはいと、そういうふうに答える。そういった意味で今回のニュースっていうのは信憑性は十分ある。そして信憑性があるっていうことは、ウクライナのその前線においてベラルーシ軍が加わることによって戦況が悪化する可能性があるということですね。ここは注意しなければならないポイントです。さて、そんなわけなんですけれども、今戦場において非常に
重宝されているというか、ウクライナの今の軍隊にとって非常に役に立っているものの一つがですね、対戦車ロケットなんですけれども、よいしょ。こちらインターネット上の一つのインターネット流行コンテンツミームと呼ばれているのが聖ジャベリンミサイルというこちらのなんていうか絵というかイラストなんですけれども、ジャベリンっていうのは対戦車ミサイルで、ロシア軍としてはそうした戦車をどんどんと前に押し出していけばウクライナ軍なんて圧倒できるっていうようなところからものすごい、早期終結っていうのを目指していました。2日間もあればウクライナの首都は陥落するだろう、そうして考えているのがもう地上軍の圧倒的な優勢っていうのを前提にしていたんですけれども、ところが今のところ伝えられている限りにおいてはものすごい数の戦闘車両が破壊されてなかなか前に進めないっていう状況に陥っていると。で、そうなっている一つの理由っていうのがアメリカから提供された、ジャベリン対戦車誘導ミサイルというものがかなり効果を発していると。で、この戦車誘導ミサイルが何がいいかっていうと、ものすごい長い時間訓練をかけていなかったとしても、取り扱い方は基本的にはそれほど難しくないと。ある程度の訓練さえ組めば、命中率は 90% 以上誇るって言われるほどに、ある程度命中率がある、そして破壊力のあるというものなので、そういった意味では、こうした兵器がウクライナ軍が装備することによって、前線するのに大きな、助力になっているというところですね。で、これに関して言うと、どんどんと当然のように使えば減っていくわけですから、今後どれだけアメリカがこれを、補給してくれるかっていうのが、ポイントになります。これに関して言うと、アメリカだけではなくて、先ほども述べたようなドイツの、軍事供与決定に伴ってドイツ製の対戦車ミサイルなんかについても供給するよっていう話が出ているので、アメリカの供給っていうのがちょっとね足りない時にでもそうした他の国からの補給によってまだ前線を持ち越されるっていう可能性がちょっと期待できるところですね。で現場の人というかウクライナ国内においてちょっと面白いなと思っても、面白いなっていうのはちょっと不謹慎ですけれども、何も銃を使っただけで戦うわけじゃないよっていうのが一つのポイントで、ウクライナの道路会社が標識を撤去してロシア軍の混乱を狙うなんていうニュースが流れております。これ一体なんでそんなことをしているかっていうと、当然のようにですね、道を進んでいけば看板があって、ね、どこどこの町まで何キロなんていうのが方向が出ていて案内標識があれば、もうそれに従って、よし、あそこの町に行こうなんていうのが普通にできちゃうわけです。当然のように、ロシア兵っていうのは実際の戦闘になったら自分の、スマートフォン持ってインターネットでポチポチやって、さあ Google マップ開いてなんてことはしないわけですよね。当然味方の中における軍隊の無線通信やもしくは地図提供やそうした軍事的な情報を元にして進むわけですけれども、必ずしもウクライナ領内でそうした連絡っていうのが取れるわけではないでしょうから、そうした道路標識っていうのがあればすぐに自分の進むべき道が分かってしまうと。そういった意味ではそうした標識を取り除くことも、それなりに意味があるという話ですよね。だから目標としている大都市に向かおうと思ったら、なんかちっちゃい町や村に、入り込んで、そしてその場面において村人から、お前たち一体何やってるんだみたいな、そういった感じで地元住民と追い返されるみたいな場面なんかも時々ですけれども出てきますよね。よいしょ。じゃあこの後ですね、ウクライナさあ今後どうなるのかっていうところでちょっと一つ注目のニュースっていうのが、ウクライナの EU 加盟を支持するっていうのが欧州委員長が明言したっていうニュースですね。これまでウクライナっていうのはそもそも EU にも加盟できてないし NATO にも加盟できてないしっていうことで、加盟したいと言っているんだけれども、でもロシアとの係争っていうのがすでにクリミア半島で発生しているし、東部では、傀儡政権の人民共和国じゃねえや、ドネツク、共和国っていうのができて、戦っている状態だったので、なかなか入れる状態じゃなかったわけです。現在のところそうした意味においては、EU の側から、いやいや、これはウクライナが希望しているんだからっていうところで、ちょっとこの考え方自体にも変化が起きていて、
EU っていうのは別に軍事同盟ではないので政治的な連合な方なんですけれども、EU に加盟するっていうのはやっぱり NATO に加盟する上ではちょっと大きなステップになるっていう話ですよね。だから今後の戦況においてロシア軍を退けることができれば、EU 加盟、そしてその後の NATO 加盟っていうのも少し道が開ける可能性ありっていうのがちょっと政治的な変化ですね。さて、ここ最近のニュースではですね、今の戦況から言うと何が起ころうとしているのか、その変化の兆しっていうのをどこから考えるのかっていうので一つ話題になっているのが木村太郎さんの発言でございます。10日間続けばロシアは破産するんだ。ウクライナ側の情報紹介。死亡ロシア兵帰還が鍵というニュースでございます。こちら木村太郎さんがフジテレビ系の番組に出た時においてですね、このまま戦争状態が10日間続けばロシアは破産するというふうに、こちらはウクライナの国防総省の情報を紹介しました。で、これは一体どういうことかっていうと、ロシア軍はウクライナ周辺に大部隊を展開していることもあって、それらっていうのは本来いる場所から離れた場所にいるわけですよ。例えば、極東に、例えば日本海側に面したような、そんなぐらい離れたようなところからも、ある程度の部隊がウクライナの方に行って戦ってるわけです。つまり普段の兵站、補給っていうのをはるかにいつもよりも重たくなってるわけですよね。食料にしても20万人近くの兵隊を食べさせていかなければならないってなったら、それに対して当然のようにどんどんと食料は送らないといけないし、インフラの負担も高いし、そして戦車を動かせば当然のようにもう多大な燃料を使うしみたいな形で、銃弾なんかも使えば当然減るんだから、そこを補給しなきゃなんていう形で、いわゆる戦費負担っていうのがどんどんと国内でかかっていくわけです。ところがですね、初期のプーチン大統領の作戦っていうのは早期首都制圧、第2の都市ハリコフ制圧、そして南方においては黒海沿岸のオデッサ軍港を抑えることによってある程度の主要都市を全部抑えた上でゼレンスキー政権を倒して傀儡政権を立てるってこういうシナリオだっただろうと言われています。つまりですね、長引くというのを前提にしていなかったこともあって、そういった意味では長引けば長引くほど、これはプーチン大統領の目論見から外れてくるだろうというところから出てきた発言でございます。よいしょ。ウクライナ国防総省の試算としては、ロシアは1日に150億ドルの戦費を使っている。10日間続くと戦費がなくなっちゃうだろうと。だから10日頑張りゃいいんだと言い出しているということでございます。実際問題、ウクライナ側の試算なので、この1日に150億ドルかかっているのかどうかっていうのは、ちょっとわからないところなんですけれども、少なくとも先ほども述べたように、早期終結というプランからすると、明らかに現状っていうのは違っているので、戦費負担がロシア側にとって重たくなってくるっていうのは間違いありません。で、現在のところ戦線が伸びれば当然のように補給が追いつかないっていうことも起こりうるし、実際起こっているニュースなんかもあります。例えば、道端にロシア軍の戦車が止まっていて、その周りに兵士たちが、ちょっと休憩しているみたいなところに、ウクライナの人が住民がここに通りかかって、お前たち一体何をしているんだっていう問いかけたら、もう燃料が全然ないんだと。もうそれだったらもうこのまま帰っちまえよなんていうような話なんかも出てきたりもしますね。だからそれが全戦線にわたってそのような状態が起こっているのかどうかっていうのはわからないんですけれども、少なくとも負担として重くなるよっていう話ですよね。で、プラスアルファ今回の話、出てきているのが死亡ロシア兵の帰還についての話ですよね。これは当然のようにものすごい多くの人が亡くなるっていうことはその家族の人たちに衝撃を与えることになります。ロシア国内においてはこのウクライナに対する侵略行為については一切報道していないよ。ちょっと報道しているのはあくまでもウクライナ東部における自分たちが国家承認したそのあたりの戦線についての話ばっかりで全体を攻撃しているっていう話がないと。だから反撃がものすごいあって多くのロシア兵が亡くなっていますよっていうことに関してはちょっと受け止められていない人たちがいるんですよね。だから実際の戦場で亡くなった人が出ていますよ。それらが今4000人から5000人程度だと言われているので、これらのロシアの亡くなった方たちっていうのが
家族の元に戻れば、その時にこれは一体何だということで大きな反戦運動もしくは厭戦気分というのが広がる可能性ありっていうところですよね。だからそういったところがこの後どう国内政治、ロシア国内における変化をもたらすんじゃないかっていうお話でございました。で、この木村太郎さんの話っていうのは、ウクライナ国防総省の話ではあるんですが、この話っていうのを取り上げているっていうのは結構他にもあるようで、例えばエストニアの元総合参謀総長がですね、この件に関して、ツイートなんかをしていて、同じようなことを言ってるんですよね。ウクライナがロシア人を10日間、持ちこたえさせることに成功した場合、ロシア人は交渉に参加してくるだろうなんていう見方を示しています。だからこのウクライナ国防総省の10日間なんとか持ちこたえれば、もしかしたらロシアは態度を変えてくるかもっていう話については、ある程度ヨーロッパでは広がっているのかもしれません。ただしですね、2つ目の話として、帰還兵の家族の元に戻ってくるっていうところについては、そうはならんかもよっていうニュースなんかも、こちらはウクライナ大使館が報じています。これはロシア侵攻軍は死者数を隠すために移動式火葬設備が整備されているっていうニュースで、亡くなったよっていう話から言うと、当然のように遺体が家族の元に戻るっていうのをもって、亡くなったんだなっていうのを衝撃を受けるわけじゃないですか。でもそれがない場合があり得るっていう話ですよね。亡くなったぞ、遺体を回収するぞ、その後燃やしました、で灰にしました、ばらまきました、亡くなったかどうか分かりません、行方不明ですなんていう形にして、もしかしたら、ロシア国内においても亡くなった人数を隠蔽しちゃうかもよっていうことが、こちらウクライナ側からの情報として出ているものなんですけど、そのような危険性があるっていうところですよね。で、これは別に、なんていうかな、全くの嘘出まかしとか作り話ではなくて、十分あり得るっていうところが、押さえておかないといけないポイントですよね。これはですね、例えば戦争の話からこの話をしてますけれど、例えば中国における新型コロナウイルスの一番最初に、パンデミックじゃないな、都市流行の方ですね。武漢で流行した際において、武漢において仮装するための施設っていうのがちょっと足りないっていうこともあって、臨時の仮装するそうした車両なんかが持ち込まれて、もう延々と動き続けたっていうこともあったんですね。その頃からやはりこうした死者数をごまかす体制っていうのがちょっとやろうと思えばやられてしまうっていうことなんですよね。だから戦争でもない時に中国で行われていたことですから、今回戦争状態になっているこの戦地においてそうしたことが行われていたとしても、ちょっとね、十分あり得るっていう可能性ですよね。これはやっぱりちょっと確認するのは難しいと思うんですけれども、少なくともそうした事前情報があるかどうかっていうのは、一つ重要なことじゃないかなと。だからロシア軍としては最近までだと死者数そのものがゼロだったみたいな話をしていたんですよね。それはロシアがウクライナに対する全面攻撃をしているっていう報道、それ自体がなかったので、その報道がないっていうことは全面的な戦いが起こっていないんだから死者数はないっていうような、ちょっと無茶な情報統制をしていたわけです。で、ここ最近だと死者数がどんどんと上がってきてるよ、これはちょっともうゼロだとは言い張れないなっていうところから、ようやくここ最近になってきて、死傷者が出てますよって話をし始めているところなんですよね。このあたりのところもちょっと押さえておかないといけないポイントだと思いますね。独裁国家っていうのはある程度そうした情報統制をすることによって、その国の国民自身に対して嘘をついて、その嘘に基づいた世論形成っていうのを目指す話でございます。よいしょ。あとはちょっと関連する記事としてはですね、国連の場においてロシアに対する非難の声というのは非常に多いわけですけれども、しかしロシアは常任理事国です。そしてそれに協力支援する中国もやっぱり常任理事国ですということもあって、国連が決して国連軍を形成してウクライナを援軍に向かおうなんていう話にはならないのが現実です。
で、この話の中で一つのポイントとしては、ロシアに対する非難の声が高まっていて中国の動きも読めるんだけど、この話にインドが組みしてこないっていうところが一つポイントなんですよね。まあ中国と UAE、これはですね、完全にズブズブの関係だからまあ、ロシア批判しないっていうのはわかるんですけど、そこにインドの名もありました。インドもこの件に関しては棄権したんですよね。ロシア批判を行わなかった。で、一体それなぜかっていう話として、まあそもそもインドっていうのはロシア、ソ連時代からの関係において、例えば兵器の契約供給っていうのをまあ以前から受けていたっていうこともあって、決して敵対的な関係ではないんですよね。だからこういった件においても、今後のロシアとの関係もある程度継続するよっていうのを前提にして、今回のロシアに対する、非難決議にも賛成しなかったというところがちょっと注目すべきポイントだと思いますね。よいしょ。で、日本の中におけるちょっとニュースなんですけれども、在日ウクライナ大使館が今回の件で皆さんからの寄付を募集しております。で、これに対して、少しずつではありますが、その寄付しますよっていう申し出なんかが殺到しているそうでございます。まあ現金だけではなくって、今だと仮想、暗号資産での受付というのも行われているそうなので、興味のある方はぜひとも一助になりますっていうところですね。まあただしこの件について言うと、その寄付したお金が兵器に使われると嫌だっていう人もおられるっていうこともあって、ウクライナ大使館としては基本的にはそうした兵器に転換するんではなくって、今ウクライナ国内で困っている人たちに対するいわゆる人道支援物資的なものに切り替えていきますよ。例えば攻撃をされている以上民間人の怪我をする人たちっていうのもたくさんいます。実際問題、ウクライナ側の報道としては、もうすでに子供を含めてたくさんの人が亡くなっていますよっていうのが報じられています。例えば、血がいっぱい必要だからって言って、まあ、献血を求めるんですけど、その献血をしている病院、それ自体が砲撃を受けたり、銃撃を受けたりっていう事件もあったりして、まあ、亡くなる人も実際出ているそうです。で、これについては、報道はあんまりはされないんですけれども、民家に対する砲撃なんかで亡くなっている人の映像なんかが、まあ普通にちょっと今出回っている状態ですね。亡くなっている人がまあ絵の中に映っているんだけど、そこにモザイクをかけるような形で、日本ではまあ報道したっていうのがちょっと一例は見つかったんですけども、ほとんどの場合だとそうした亡くなった人の映像出てこないんですからね。まあ何にしても民間人の被害者が出てるのは基本的にはウクライナですからね。このロシアは攻撃する側だから、ウクライナが戦場になっているから、ロシアの人たちが別に亡くなるっていう、住民の人たちが亡くなるっていうわけじゃなくて、今まさにその苦しみの真っ最中にいるのがウクライナの方ですからね。このあたりは、誰を助けるか、そして誰を批判するかっていうのはちょっとポイントとして間違えないようにしないといけないと思いますね。日本の例えばサンデーモーニングなんかだと日曜日に放送があったんですけども、その時にロシアの人たちに対するいわゆる嫌悪感から差別的な発言を受けてっていうようないじめに世界中になってしまうんではないかみたいなことをちょっと言った方がおられたんですけれども、今それ言うっていうところですよね。まあ確かに今プーチン大統領が侵略側だからロシアに対する非難の声がいっぱいあって、それによってロシアの人たちがまあ言われのない、まあ特に海外にいる人たちにとってみれば、いや、それ、プーチン大統領への批判はわかるけど、私個人になんか罵倒されるのはちょっと違うんじゃないっていう、まあそういった話なんかは、まあ確かにわかるんだけれども、でも、日本の番組としてそれを最初に言うのはちょっとおかしいでしょと。優先的に言うんであれば、今、ウクライナのその住んでいる人たち、一般の戦闘員とは関係のない人たちも砲撃や空爆に遭ってるんだから、その命を失う危険性のある人たちに対するやっぱり思いをまずはみんなに伝えるべきでしょうっていうところですよね。そしてちょっと最後の方になってきます。もう1時間ちょっと喋りっぱなしなので、まあこの辺りで締めていくんですけれども、ちょっと今経済や政治、軍事的な話というのがなってきて、その中においてもちょっとこれは面白い動きだなと思ったのが、インテルと AMD っていうロシアへの半導体販売を停止しますよっていうニュースが流れていて、これはですね、一見すると大したことないなって思うわけなんですけれども、
例えばロシア国内においても半導体を使った工業製品というのを当然のように作っているわけです。別に世界的なシェアがなくても、やっぱり国内の需要を満たすためのものっていうのはどうしても必要なんですよね。電化製品っていうのは。でも、もしも今後ですね、インテル、AMD、さらには TSMC など、いわゆる世界の半導体の主要な生産メーカーというところがもう完全にロシアに対してちょっとこれはダメだな、今の状況からもう商売はできないなっていうふうに考えたら、今後はロシア経済に対するかなり大きなダメージになるだろうと考えられますね。よいしょ。よいしょ。下流再々さん、行動官はプーチン名誉8段を剥奪せよということですけど、プーチン大統領がこの、柔道好きですよっていうことから日本では報じられてきたわけなんですけれども、この件に関しては確か剥奪っていうのはなかったんだろうなと。でも剥奪ではないけど、確かこの名誉会長的な名誉なんだかみたいな感じの、そういった、ちょっと待ってくださいね。名誉、なんていうか、名誉会長職か。名誉会長職については停止しますよというのが、一応こちらは発表されています。国際柔道連盟は27日、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、プーチン大統領の同連盟名誉会長の職務を停止するとホームページで発表を行いました。国際柔道連盟は2012年に8段の段位を授与していたということですね。まあ、これは当然のように、いや、あなたはもう、なんていうかな、柔道のそうした名誉職を持っていて、いい人物ではありませんよっていうのをはっきりと言うべき話になりましたよね。まあ、柔道精神にのっとって考えれば、こういうのは卑怯ですよっていうところですよね。まあ、ただ、ちょっとこれは一つの話として。でもね、こういうのを地味にでもいいんですけど、一つずつ積み重ねていくことが大事ですよね。というわけで、今日はですね、もう本当に、もう最初から最後までずっとウクライナの、ロシアのっていうような話ばっかりをしてきましたけれども、まあ、このようにですね、とにかくこの今のウクライナ情勢を見ていかないといけないってなったら、もう見るべきニュースたくさんある状態なんですよね。で、それらを、まあ、ある程度把握した上で全体構造を理解したら、今後どうなるかっていうのもそうですし、なんか変な話に引っかからないで済むのかなっていうところですよね。どなたかがこの今日のチャットの最初の方で書かれていましたけれども、日本の報道というのはそうした意味では、今起こっているこれだっていう話についてあまり触れずにですね、どうしても視聴率的に言うとこの話を取り上げた方がいいなっていうところがだんだんとちょっと強くなってくると思います。まあ、例えばすでにもうちょっとその気配は見えているんですけれども、避難している子供たちにまあインタビューするっていう場面はまあすでに今出ているんですけれども、今後さらに増える可能性ですよね。やっぱり見ている人たちのその気持ちを揺さぶるような動画というか映像っていうのを撮ろうとしたときに、大人の人たちが戦っているのもまあわかるんだけど、でもそれだと食いつきが良くないなっていうことから、一番傷ついている人たちを徹底的に、その映像に残そうってするっていう手法があるんですよね。いわゆる映像として視聴率狙いで。だから今後空爆を受けている場面っていうのを私たちは見るんですけど、そこでは基本的には日本のメディアが撮ったものじゃなくて海外のメディアが撮って被害の全貌についてはある程度撮ると。一方において日本のメディアはお隣のポーランドであるとかルーマニアであるとかそのあたりに逃げて今避難している人たち、その家族を追いかけて、あなたたちのお父さんやもしくは、兄弟っていう人たちが戦場で戦っていると。だから一緒に家族がいられない、離れ離れになっている。今の気持ちをぜひともお聞かせくださいみたいな形で、見ている人たちのその気持ちを揺り動かすような、そういったものばっかり日本は追うんじゃないかなというところですね。私の動画ではそういった話はちょっと取り扱うことはないんですけれども、もしかしたら今後そうした意味では、
ワイドショー、朝から晩までそういった話がちょっと増えるんじゃないかなって、そうした話は確かに気持ちは揺り動かすんだけど、全体の構造として何が起こっているかをちょっと理解するのは難しくなっちゃうっていう可能性はあるんですよね。まあそこを気をつけながら、少しずつこのニュースの話を追っていこうと思います。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。お茶代ありがとうございます。パープルパープルさん、もう終わりっていうことなんですけれども、まあ、基本的には、なんていうかな、そんなに引っ張るっていう予定ではなかったですよ。まあ、何しろ皆さんからの話題、何を取り扱ってほしいかなっていうのを特にコミュニティで募集しているわけではありませんから、基本的には、今日は、ロシア、ウクライナ、この戦争の話を中心にして、まあ取り扱っていて、まあそのあたりで一つ区切りにすればいいかなという感じですよね。ちょっとな。孫中山さん、ロシア正教がプーチンを破門にしないのだろうかということですけど、どうなんでしょうね、それは。まあ確かにしてくれたら、とは思うんですけれども、多分あんまり注目されないニュースかなと思いますよね。まあ中世ヨーロッパであれば、そうした宗教側からの破門というのは一つ大きな意味を持つんですけど、現在だとあんまり感じはちょっとね、伝わるものはないかなと思いますよね。まあ皆さんからの質問も特になければ、まあ今日はこの辺りで終了といたしましょう。まあだらだらと長くしてもしょうがないですからね。はい。そういうわけで、ちょっと締めにかかりましょう。本日はですね、いつもとは違って平日の生放送だったわけですけれども、場合によってはこういったこともあるよみたいな感じでイレギュラーだと思ってください。まあ基本的には動画を作って出すっていうのが、まあなんていうか普通っていうふうに私も思っているので、まあこうやって生放送を行うのは今の戦争っていうのが本当にいろんなところでいろんなニュースが発生しているよっていうところから、ちょっと今日は特殊な話として生放送を行いました。まあそうは言いつつも、この戦争の話っていうのはやっぱりどうしても似たような展開にはなるから、ちょっとどうなるかはわからないですけどね。まあでも、自分の選択肢の中で動画だけと別に決め打ちしているわけではないので、まあこういう日もありますよということでございます。というわけで本日は皆さんご来場ありがとうございました。平日の生放送はまあめったにないんですけれども、普段としてはやはり週末の土曜日っていうのをいつもの定例にしておりますね。そちらの方もよろしくお願いします。それでは次回は生放送ではなくきっと動画でとちょっと、断言はできないんですが、そのような形で受け止めてくれればなと思います。本日はご来場ありがとうございました。2022年2月28日2月最後の生放送でございました。それでは皆さんおやすみなさい。またね。